皆様こんにちは。トニー高谷です。今回はキロ80、キハ80、キシ80の3両の側面のディテール工作を行います。以前に行ったキハ82の側面のディテール工作と同じ部分も多いので、そちらの動画も参考にしてください。まずキロ80の乗客ドア横の点検蓋の筋彫りから始めます。まず手書きを行った後、手書き線に沿ってセロハンテープを貼り、定規を当てて手書き針を使って少しずつ彫っていきます。ある程度彫ればスケールなしで彫ります。四隅には小さな R がついていますので、タミヤのモデリングテンプレートを使って直線を彫ります。取扱説明書に金属には使用しないでくださいと書かれていますが、問題なく使用できます。ただし使用は自己責任でということになります。次は靴ずりを取り付けます。使用したのは洋箔の帯板です。前回行った雨どいの取り付けとほとんど同じ要領でハンダ付けしてから余分なハンダを除去して仕上げます。帯板の表面を削って奥行きを調整します。ドアレールを取り付けます。こちらも洋箔の帯板で厚さ 0.15 ミリ、幅 0.3 ミリのものを使用します。まず片方をセロハンテープで固定してからもう片方をハンダ付けします。今度はハンダ付けした方にセロハンテープを貼ってもう片方をハンダ付けします。残りの部分をハンダ付けします。余分なハンダを除去します。ここでは小学校の工作の時間で使った愛用の彫刻刀とウェーブの彫刻刀を主に使用します。まずは木工用の彫刻刀であらかたハンダを除去してからウェーブの平刀で仕上げていきます。ウェーブの彫刻刀ですが、今使っているのが刃の幅が1ミリのものです。刃の幅 3.5 ミリまでいくつか種類があります。最後は木下げ刷毛やサンドペーパーで磨いて表面を平滑にします。窓の下にもう1本ドアレールがありますので、同じようにして取り付けました。隅っこのハンダの除去には手書き針を使って書き出したりもしています。次は雨どいの上部を取り付けます。まず幅1ミリの帯板から切り出した長さ約1ミリの小さな断片をハンダ付けします。
上後の取り付けが終わったら、こちらのエコーモデルのパーツを使ってサボ受けを取り付けていきます。小さなパーツを3両で28個も取り付けなければなりませんので、今からテンションは爆下がりです。まずセロハンテープでサボ受けを仮止めしてから、サボ受けのカタンをハンダ付けします。次にサボ受けの左右もハンダ付けします。ところでこれまで動画の中で触れてきませんでしたが、ハンダ付けした後は使用したフラックスを水で洗い流しています。けれどもサボ受けのような小さなパーツを連続して取り付ける際、何度も水道まで行くのが面倒なため、霧吹きで水をかけてティッシュペーパーで拭き取る作業を 2,3 回繰り返しています。はみ出した余分なハンダの除去はドアレールで行った作業と全く同じになります。やっとキロ80にサボ受けを取り付けました。まだキハ80とキシ80が残っていますが、一旦サボ受けの方はお休みにして、こちらの非常用扉の上に水切りを取り付けます。水切りには直径 0.2 ミリの真鍮線を使います。まずはドア上の直線部分をハンダ付けします。次に左右のカーブを真鍮の丸棒に合わせて曲げます。一度に曲げずに少し曲げてはハンダ付け、少し曲げてはハンダ付けを繰り返します。最後は彫刻刀で不要な部分をカットします。ところでキハ80の非常用ドアの水切りでは、左右のカーブの曲げに初めからピンセットを使ってみました。少し曲げてはハンダ付けするやり方は丸棒を使った時と同じです。何しろあまりやったことのない作業ですので、試行錯誤といったところです。ようやくキロ80の側面のディテール工作が終了しました。それではキシ80の作業に移ります。食堂車ということで、他の車両とは側面の印象がかなり異なります。中でも5箇所あるルーバーはこの車両の特徴の一つでもあり、勝見の製品でも省略されずに作られています。
ただ実物とはかなり形が異なりますので作り変えました。この一連のキハ82系の動画を始める以前に作ったものです。以前に投稿したキハ82のルーバーとほとんど同じやり方で作っていますので、興味のある方はそちらもご覧ください。ということで、まずは食材などを積み込む業務用ドアの上に水切りがありますので取り付けることにします。作業自体は先ほどのキロ80の非常扉と全く同じです。反対側にもドアがありますので水切りを取り付けました。次に靴ずりを取り付けました。乗客用ドアのドアレールに使用した帯板を貼り付けています。業務用ドアの横にボルトがたくさん打ち込まれたところがありますが、何の目的があったのでしょうか。結構目立ちますので 0.3 ミリの真鍮線を植え込んでおきます。一番下のボルトが床板取り付け用アングルの角に当たってしまいますが、幸いにも車体とアングルの間にハンダの層がありますのでそれを利用して固定します。次はサボ受けを取り付けました。28個のパーツの取り付け完了です。でも当分この作業はやりたくないですね。今回の作業のラストは車内に設置されていた水タンク用のハッチです。筋彫りだけにしとけばよかったのに、取っ手のような小穴を開けたばかりに余計な作業が増えてしまいました。アングルを取り付けた際にハンダで小穴が埋まってしまい、その除去を行います。まずドリルで丸穴を開けた後、折れた糸のこの刃を使ってハンダをかき出しました。こちら側の小さな角穴はまだ出来上がっていません。最終的に高さが1ミリに満たない角穴を開けるのですが、昔は不可能に近い作業でした。今はマイクロフィニッシュという 0.5 ミリの角やすりがあり、非常に便利になりました。シャープペンシルに取り付けて削ることもできます。この後裏から真鍮板を当てて穴を塞いでいます。ようやく3両分の側面のディテール工作が終了しました。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。